そしてですね、最後にね、皆様の夢を叶えたいと思います。その夢とは、お待たせいたしました。勝敗技量決定、最高速アタック。これはですね、ここからですね、僕の夢の中の話ですから、聞かないでください。さあ、5速いってみますよ。全開です。ですね、ですよ、私は完璧に慣れてました。最高速アタックをしちゃダメな車両でございます。はい、それではですね、YZF-R15 ですね、高速インプレッションやっていきたいと思います。これね、皆さん気になってると思うんですよね。特にこの1号の方ですね、選んだ方は、結局ちょっと高速を使ったりとかして、ロンツーなんかもいけたらいいななんて思ってるはずなので、さあどうでしょうかね。チャオ。はいえ。はいえな。おい。ちょっと段差はね、拾うな。なかなか硬いからね。さあ、それではですね、いつも通りなんですけども、マサチャンネルの感覚ではなくですね、まず事実から伝えたいと思います。で、伝える内容なんですが、まずですね、6速での各スピードの回転数をお知らせします。80、90、100、110、120g でいければ、そして今度はですね、100キロ時でですね、各ギアの回転数をお知らせします。100キロ6速巡航時、それから5速、4速、3速は厳しいかなみたいなね、そういうところですね。それからね、せっかく高速来てるんで、VVA の切り替わりでどういう風に変化をするか、加速、それから音ですね、それから、先ほどちょっとお伝えしましたけども、高速巡航時、今ちょっと渋滞してるんで70キロぐらいですけど、100キロぐらいで走った時のさっきの橋の継ぎ目だとか、道路の段差だとか、そういったのがね、どういう感じで体に伝わってくるか、それからですね、このですね、小さなスクリーンですね、これによるですね、ウィンドプロテクション、マサチャンネルの顔面にですね、今日ジェッペルですかね、ジェット型です、オープンフェイスです。どのくらい当たってくるかなとか、そういうところね、伝えていきたいかなと思います。それからレーンチェンジね、レーンチェンジがどうかとか、その辺をね、お伝えしていきたいと思います。はい、それではですね、6速で80キロ、5500回転、90キロ、6200回転、100キロ、今 VVA 入ったね。VVA に関してはね、ちょっと後でもう一回ちょっと検証したいと思うので、とりあえず回転数ね。
100キロが7100回転。110いけるかな。110が8000回転。120。8000、どうかな。8600、700回転ぐらいっていう感じですね。で、ここで、まあ分かったと思うんですけど、もう一回よく考えてみてくださいよ。155cc ですよ。155cc で120キロ、いとも簡単に頑張んないで出るってやばくないですか、このバイク。本当ね、この可変バルブの威力を感じるし、エンジンの元々の組成も素晴らしいんだと思うんだよね。で、100キロで走ってる時の風圧の感じ、これはね、やっぱりこれだけのカウル、そんな大きくないです。どっちかっていうと、空力を考えているというよりは、空力を考えていて、ライダーに当たる風を軽減している、スワラーのような要素ではないと思うんですよね。でね、まずね、両肩はもうガンガン当たります。ここは腕もこの辺もねガンガン当たります。それからこのねちっちゃいけども割とね立ってるんですよ。これねなぜ立ってるかって言えるかっていうと、実は CB1300 スーパーボルドールに乗った時にこれ寝てて、普通に僕の身長164センチでこの面が見えちゃうのね。普通にライディングしてて、そりゃ効果なんかねえだろ、ただの飾りだろって思ったけど、やっぱりね思った通りほとんどね高速での効果は感じなかったんですよ。けどこれは割とこう立ってるわけじゃないけどちゃんと中から見えるので、目線でそんなにこう効果がないわけじゃないかなとは思っていたけども、どこから当たってくるかっていうと、まあもちろん胸の辺りは割と避けてますね。ずーっと手を上げてきてこの辺から当たります。でこれずっと辿ってくると、そうね、顎かな、顎ですね。ってことはですよ、ヘルメットにはほぼほぼ当たってるんですよ。で当たってるんですけど、このね姿勢結構きつめの前傾も相まって風圧がこれ大変で、めちゃめちゃこれは厳しいぞっていう感じもしないのよ。で僕今最初言ったようにオープンフェイスをかぶってるけども、それでもそこまで感じないから、割と空力はいい方じゃないかなと僕は思いますよ。これ覆面じゃないです。はい、違いましたまあ覆面いたってね100キロしか出てないから平気なんだけど、でこのスピード域での振動ですね。やっぱりね 150cc でこんだけ頑張ってるからそこそこ振動は感じるけど、やっぱりね、まあバイクのほとんどがそうだと思いますけど、足ですね、足にはそこそこ振動がきます。やっぱり100キロ6速でやっぱ7000回転ぐらい回ってるから、そこそここう細かい痒くなるような振動を、足の裏、それからね手も結構感じる。でちょっとニーグリップしてればタンクからも振動を感じますね。ただ気持ち悪くはないです。痒くてどうしようもないとかそういうこともないです。じゃあこれでねちょっとレーンチェンジしてみましょうか。100キロでね、はい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 、もうねこれがね物語ってますね。もちろん軽いんですよ。もちろんクイックに動いてくれるんですけども、それ以上に重量感があるのよ。しっとりしてるの。これがねヤマハさんマジですごいよ。
このね、140キロの車体で、レーンチェンジをしてね、確かにクイックに動くけど、不安要素も全くなく、どっしりしてしっくりしたこの車線変更。これはね、交差点曲がってる時に、軽いバイクで SS の割には、割と安定志向だなと思ったのが、ここでもやっぱり生きてますよ。軽いながらも、ものすごいね、安定感がありますね。素晴らしい。そして直進安定感も素晴らしいです。ではですね、せっかく100キロで走ってますから、シフトダウンして各ギアの回転数を見てみたいと思います。それではまず100キロが7100回転、5速8200回転ぐらいかな。4速いけるでしょ。4速が9800ぐらいかな。9800、900、1番弱。これはちょっと3速は無理かな。ちょっと1回スピード80キロまで緩めて3速。80キロ3速は9300回転ぐらい。このままどこまでいける？ああ、なるほど。今ね、11500ちょっと超えたあたり、96キロ、7キロぐらいでレブに当たりました。ってことは、まあ本当にちょっとこう、追い越ししたいなっていう時は、100キロでね、2つはシフトダウンできるんですよ。2つはシフトダウンできるけども、それ以上はできないです。やっぱりちょっとね、キュッとこう加速したいなっていう時は、ちょっとシフトダウンは、この排気量だと必須になってくると思うんですけど、ただね、先に言っときますけど、100キロで6速でこうひねったら、めちゃめちゃ加速してくるのよ。めちゃめちゃ加速してくるんで、これからちょっとやるけど、ちょっと、キュッと加速したいなと思ったら、2つぐらいシフトダウンしていくというところになると思うので、ではね、加速いってみたいと思います。まず80キロまでちょっと落として、80キロ6速のままいきましょうね。80キロ6速が5500回転。せーの、ポン。これはさすがに軽いだろう。あー、でも速えよ。はい、今で120。ちなみに120キロ出てるときに、フレームがよれたりとか、そういうことも一切感じないです。では、先ほどのように、4速までシフトダウンしてですね、80キロから行ってみたいと思います。今、4速80キロ、ドン。こんな感じです。これね、155cc だから何度も言ってるけど、この感覚としては、まあV ストを乗ってる方かなりいらっしゃると思うんですけど、V スト250。悪いけど、V スト250よりは、僕が乗った感じとしては速いと思う。だって100キロの時に7000回転なんですよ。V ストも7000回転回ってるからね。だからよほど V ストのエンジンが低速に振ってあるかっていうことになるんですけど、もちろんね、V ストね、SX は速い。SX は速いけど、25の方ともしかしたらっていうか、もしかしなくても、こっちの方が速いよ。っていうぐらいのポテンシャルがあるんですよ、155cc って。特にこのヤマハの VVA はこれやばいっすよ。250なんか全然いらない。特に女の子で 250cc の車体でもちょっと大きくてちょっと不安だなという方はね、これ相当いいと思うよ。足つきさえクリアし
したらの話なんだけどね、足つきに関しては、取り回しチェックの方でね、取り回し足つきポジションチェックの方でお伝えしているのでね、125cc の方ですけど、それを見ていただけるとよくわかるかなと思います。そしてね、この自衛隊のね、この牽引してるこれめっちゃかっこよくない？やばいね。いや、乗ってんな。かっこいいよこれ。どうも挨拶しちゃった。で、最後に路面追従性ですね。やっぱりね、サスペンションは正直言って硬いよこれ、かなりね。ただ街中では非常に硬く感じたけど、今ちょっとね、橋の継ぎ目越えたけど、割としっとり越えてくんだよね。もちろんアドベンチャーバイクのようなしなやかな足っていうわけではないけど、不快な足回りではない。特に ADV160 を乗った時の後ろのなんかすげえ突き上げみたいな、そういうのは全くないです。もうよくできてんなと思うよね。そしてですね、VVA ですね。VVA の切り替わりがどうなってるかっていうのをお伝えしたいと思うんですけども、まずね、今ね、87キロ、これまだ VVA 入ってないです。で、どこかで入るんですよ。この辺。今入ったでしょ。もう一回落とします。今決めました。92、93、94、96、97、98、そうですね、6900ぐらいで入るのかな。でも面白いことに、こうスピードを落としていっても切れないんですよ。で、切れるのが、どこで切れる？ 91 で切れました。6300回転ぐらいかな。なので、入るのが6800、900ぐらいで入って、そのまま、要はアクチュエーターが高速側のカムにこうくちっとこう切り替えてるわけね。で、そのままシフトダウンじゃない、スピードダウンしてて回転数が落ちても、6300回転ぐらいまでは、そのまま高速側のカムにアクチュエーターが刺さったまま、高速側のカムになってると。でなんだわ。このバイクでロン2考えてる方は燃費とか気になると思うんだよね。もちろんね、155cc の燃費がいいバイクでタンク11リッターあるから僕は気にする必要はないと思うんだけど、理論上はハイカムに切り替わったら絶対燃費悪いのよ。で、先ほど言ったように97、8ぐらいで切り替わるわけじゃない。だからやっぱ95ぐらいとかで走ってたら、多分このバイクとんでもねえ燃費だと思うんだよね。どのくらい走るかね、もしかしたら、オーナーさんがいればね、教えていただきたいんですけど、VVA に入れないで走ったら多分僕60近く走るんじゃないかなと思うんですよね。で、その VVA に入れないで高速走ろうみたいな、そういうこうなんか楽しみじゃないけどね、そういったことも楽しみの一つとしてはあるかもしれない。今ね95だけど VVA 入ってないわけですからね。でね、もう全部の情報はねお伝えしたんですけども、やっぱりね、勝敗器量と言ったらね、マサチャンネルこれやんないとですね、皆様のね夢もねありますのでね、皆様の夢を叶えたいと思います。最高速アタックよー。
ですね、ですよ、私は完璧に慣れてました。最高速アタックをしちゃダメな車両でございます。これごめん、本当ね、ごめんね、モザイクかけるから、これはもう無理だわ。一応ね、夢の中の話をしますよ。僕が昨晩見た夢の話です。今、前の車が近づいてきて、僕はアクセルを緩めたんですけども、その緩めたところの僕の夢の中ではですね、143です。化け物すぎて、マジで143ってやばいっしょ。だって V スト 250SX もここまで出なかったぜ。だからね、俺思うのよ。これもう終わりにするけど、ヤマハさんね、このエンジン使ってさ、セロを出そうよ。多少ね、こうバルブのセッティングを変えたりとかしてね、下は確かに強くないよ。いくらあれでも下は強くないから、もう少しこう下に振ったセッティングとかに俺できると思うんだよね。このエンジンで出そうよ、セローさんをさ。だってしかもさ、 WR155 っていうさ、素晴らしいさオフ車があるわけじゃないですか。あれをさベースに使って出せばできるじゃん、ヤマハさん。作ろうよ。もったいないよ、ヤマハさん。だって250より速いのよ。作ってくださいよ、ヤマハさん。っていうことでね、YZF-R15 高速インプレッションやってきましたけども、もうやばすぎて本当にやばい。姿勢ですね。姿勢さえ頑張れれば、これはロンツーもできちゃうよと、高速を使ったロンツーもいけちゃうよという車体です。そのくらいのエンジンポテンシャルがあります。そしてですね、今日ね、250キロぐらい、6時間ぐらい乗りますのでね、峠も含めて、その他のね、インプレが気になる方はですね、概要欄から YZF-R15 に関しては、足つき、取り回し、ポジションチェック、それからワインディング、それからこの高速道路、それからファーストタッチ総評燃費報告というね、動画に分かれてますので、他の動画を見ていただきますと、特にね、ファーストタッチ総評燃費報告の方で、1日乗った後のね、マサチャンネルの体がどういう風にですね、ダメージしたかっていうのをお伝えしてますので、ロンツーに向いてるか向いてないのかっていうところもね、お伝えしておりますので、ぜひ見てください。そしてだ、マサチャンネルはこの動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画アップしております。この後流れるチャンネル紹介動画をご覧になられて、チャンネル登録にご協力をお願いいたします。小排気量はそこまでお金かかりませんが、大排気量を借りるのにですね、1日2万円かかるんでございます。それをですね、私昨年調子づいて20台も借りてしまいました。特にね、ご協力をいただいているお店はですね、これをお借りしたですね、元奥レンタルさんは多少ですね、いつもお世話になっております。いつもお世話になっておりますが、でもね、ちゃんとお金払って借りてるんですよ。僕もね、タダで借りるの嫌なんで、お金は払ってるんですよ。で、レンタルなんとかなんとかっていうね、数字のとこなんかはね、全然別に何の忖度もありませんのでですね、自腹で払っております。まんまですね、そのままお金を払っております。20台借りたらよく考えてください。下手したらバイクが買えてしまいます。ですので、ぜひ皆様の熱きチャンネル登録にご協力をお願いいたします。それではマサチャンネル、これにてバイなら。